健二さん、今日は手元にある卓球台ボールメーカー分析レポートを一語一句漏らさず徹底的に読み解いていきましょう。日本の卓球メーカーの技術力は世界でも本当にトップクラスだということが、このレポートの緻密な分析からひしひしと伝わってきますね。そうだね、美咲さん。まずこの業界の全体像を深く把握する上で欠かせないのが、レポートの冒頭でも詳しく触れられている日本卓球協会 JTTA の2024年公認メーカー一覧だね。ここには大手から特定のニッチなニーズを支える小規模メーカーまで多岐にわたる企業名が並んでいるけれど、その頂点に君臨しているのが千葉県流山市に拠点を置く株式会社三栄だね。流山市の三栄といえば、オリンピックや世界選手権といった国際大会での圧倒的な採用実績が有名ですよね。三栄の2024年 SS 三栄カタログを詳しく読み込むと、単に卓球台を作るという次元を超えて、原木の選定から塗装の分子レベルでの調整、さらには脚部の精密な金属加工に至るまで、一貫した異常なまでのこだわりが紹介されています。レポートの分析によれば、本格的な競技用卓球台の製造には、ビル数階分にも及ぶような超大型のプレス機や、ミクロン単位で制御される極めて精密な全自動塗装設備が不可欠で、その膨大な初期投資の大きさから新規参入の障壁が非常に高いそうなんです。なるほど。参入障壁が高いからこそ、長年培われた技術がものを言う世界なんだね。つまり一朝一夕に真似できるようなものじゃないってことだ。三栄はその高いハードルを超えて、卓球台を単なる体育館の備品ではなく、選手の限界性能を支える精密な競技用機材として定義し直したんだ。創業以来、木工技術を極限まで研鑽し続けてきた歴史が、今のレズユブルーのような世界を驚かせる革新的な製品を生んでいるわけだね。レポートの市場動向分析でも、世界屈指の品質を誇るメーカーとして筆頭に挙げられているのも、この実績を見れば誰もが納得するはずだよ。でも、業界を支えているのは三栄だけじゃありません。株式会社タマスのバターフライブランドや、ボール製造で世界をリードし続けている日本卓球株式会社、いわゆる日卓の存在感も忘れてはいけません。特に日卓は国内の学校教育機関や公共施設において圧倒的な普及率を維持していると、日卓製品使用書にもその信頼の証が明記されています。これらの日本企業各社が JTTA や国際卓球連盟 ITTF の極めて厳格な公認制度を何十年もの長きにわたってクリアし続けていること、これこそが日本が世界的な卓球大国であり続けられる真の理由であり、インフラとしての強みなんだろうね。レポートの背景説明を読むと、単なる道具としての提供を超えて、材料工学の最前線で独自の技術革新を続けてきたメーカー各社のエンジニアとしての強い自負が伝わってくるよ。日本国内だけでこれほど多くの公認メーカーがしのぎを削っているのは、それだけ卓球という競技の裾野が広く、同時にユーザーから要求される技術水準が異常に高いということの証なんでしょうね。学校の部活動で毎日ハードに使われる練習用から、トッププロがコンマ1秒の差に命を懸ける世界大会用まで、すべてを完璧に支えきる日本のメーカー層の厚さには改めて驚かされます。その通りだね。この後のパートでは、これら大手だけじゃなく、特定の分野でキラリと光る驚きの技術を持つ小規模メーカーや、異業種から参入した企業についてもじっくり深掘りしていく予定だよ。レポートを読み進めるほどに、日本のものづくりの執念というか、狂気すら感じるほどのこだわりが見えてくるね。本当にそうですね。歴史あるロシソから最新の化学構成を駆使する新進気鋭の企業まで、まさに技術のデパートのような世界です。メーカー同士の健全な競争が、この小さなボールと大きな台の世界に計り知れない進化をもたらしていることがよくわかります。それでは、そんなメーカーの中でも特にユニークな背景を持つ、驚きの異業界からやってきた匠の技について、詳しく見ていきましょう。さて、次は専門性という切り口で、個別のメーカーをさらに深掘りしていこう。美咲さん、レポートのメーカーリストの中に、卓球とは無縁そうな意外すぎる名前を見つけなかった？はい、一番驚いたのはやっぱり株式会社河合楽器製作所です。河合といえば誰もが知る世界的なピアノメーカーですよね。卓球とピアノ、一体どこに接点があるんだろうと思ったら、レポートの2ページ目にその驚きの秘密が書かれていました。そうなんだ。河合楽器製作所の公式製品情報を分析すると、彼らはピアノの命ともいえる評判の製造で培った100年近い木材加工のノウハウを卓球台の天板に応用しているんだよ。ピアノの音色を左右する木材の乾燥状態の厳密な管理や、
木材繊維の密度を極限まで均一に保つ技術。これが卓球台の天板のどこにボールが当たっても同じ打球音がし、同じ跳ね方をするという驚異的な均一性を生んでいるんだね。楽器の繊細な響きを作る技術が卓球の繊細なタッチを支えているなんて、まさに日本のものづくりの真髄を感じて感動しちゃいました。レポートでも天板の物理的な均一性において世界トップレベルの評価を得ていると言及されていますね。一方で株式会社ビクタスの公式サイトを見ると、こちらは全く違うアプローチで面白いんですよ。ビクタスは長年愛された TSP ブランドを統合して、今の時代のモダンで攻撃的なブランディングを確立したね。レポートによればトップアスリート向けに極限まで研ぎ澄まされた性能を追求していて、デザイン面でも今の卓球界をリードしている。まさにスタイリッシュさと競技性能の究極の両立を掲げているブランドだね。そして日本の学校体育の現場で絶対的な信頼を勝ち取っているのが株式会社エバニューですよね。エバニュー製品使用書を詳しく読むと、不特定多数の生徒が毎日ハードに、時には手荒に扱うことを想定したナビなら出た堅牢性と安全性が強調されています。教育・施設用卓球台としての圧倒的なシェアの高さも、この壊れない安心感に裏打ちされているんですね。体育館の隅に置かれているあの馴染み深い台が、実は楽器や体育器具の専門知識が詰め込まれた結晶だというのは面白いよね。他にもレポートには、八坂や11区、アームストロング、ウィザードといった特定の線形や選手の好みにディープに応えるメーカーも JTTA 公認を受けていることが紹介されています。楽器、農業、体育器具、それぞれの業界の当たり前という知見が卓球台という一つの板に集約されているのは本当に興味深いですね。それぞれの専門性が卓球というスポーツの多様性を守り進化させているんですね。こうした多様な背景を持つメーカーたちが切磋琢磨することで、卓球の機材は年々進化し続けてきたんだ。次はその進化の中でも特に使う人の安全と快適な設営を支える独自の驚くべきメカニズムについて迫ってみよう。卓球台ってレクリエーション用の軽いものから国際大会仕様の本格的なものもありますが、重いものだと1台で120キロを超えることもあるんですよね。それを1人や2人で設置するのは実はかなりの重い重労働ですし、一歩間違えると大怪我につながる危険も伴います。その通りだね。そこで重要になるのが、レポートの2ページ目でも非常に詳しくフォーカスされている安全性と操作性だ。この分野で世界のメーカーをリードする評価を得ているのが株式会社ユニバーだね。ユニバー製品カタログの技術解説を読み解くと、彼らがどれだけ開閉のしやすさと事故の防止に情熱を注いでいるかがよくわかるよ。ユニバーの技術資料で紹介されているディスクダンパーという技術ですね。これ私も実際に触らせてもらったことがありますが、本当に感動します。重厚な天板がまるで誰かが支えているみたいにゆっくりと静かに降りてくるんです。メイドインジャパンにこだわり、学校やクラブへの導入実績が国内最多級なのも、この安心感があるからこそですね。卓球台の設営や収納中に指を挟んだり、天板の自重を支えきれずに台が倒れたりする事故は、かつてはスポーツ現場での深刻な課題だった。でもユニバーがこの独自のダンパー技術を進化させたことで、学校の先生や生徒、あるいは力の弱いプレイヤーでも最小限の力でかつ 100% 安全に準備ができるようになったんだ。安全性は最大の性能であるという彼らの哲学が伝わってくるね。まさにそうですね。安全であって初めて競技に集中できるわけですから。あとレポートの中で異業種パワーを感じて面白かったのが株式会社経文社の BMD シリーズです。ケンジさん、このメーカーの背景覚えていますか？あの農業用機械メーカーとしての顔を持つ経文社だね。経文社公式製品情報をチェックすると、農耕機などの過酷な環境で使われるタフな可動部の農風をそのまま卓球台の脚部や開閉機構に転用しているんだ。武骨でも絶対に壊れないという安心感は、まさに農業現場で鍛えられた本物の頑丈さなんだろうね。農機具のタフさと卓球の精密さ、この一見正反対な要素の融合も多角的な技術を持つ日本メーカーならではですよね。他にも株式会社産経技研の P テーブルのように金属加工のスペシャリストとしての視点から従来の卓球台のイメージを覆すような家具のような美しさを持つ製品も話題になっています。単なる練習道具の枠を超えて空間そのものを彩るプロダクトへと進化しているわけだ。安全で使いやすく、しかも美しい。日本のメーカーは見えない台の裏側のネジの選定やキャスターのロック一つに至るまで極限のこだわりを詰め込んでいるんだね。こうした技術の積み重ねが卓球というスポーツの親しみやすさを陰で支えているんですね。
次はいよいよプレーの質を根本から激変させてしまったあの小さなボールの知られざる素材革命について熱く語っていきましょう。卓球というスポーツの物理特性やここ十数年の戦術の変遷を語る上で、2014年は絶対に避けては通れない、まさに素材革命の年だったと言えるね。100年以上も親しまれてきたセルロイドという伝統的な素材が完全にプラスチック、つまり非燃焼性の ABS 樹脂へと世界的に切り替わったんだ。日本卓球株式会社、つまり日卓の新製品情報や当時の開発秘話を読み返すと、この移行がどれほど現場を震撼させ、そして同時にメーカーのエンジニア魂を奮起させたかがよくわかります。セルロイドは非常に燃えやすく、輸送にも制限があるという大きな欠点がありましたが、卓球ボールとしては軽快な弾みと強烈なスピン性能を両立する、まさに理想的な素材だったんですよね。それがプラスチックに変わることで、当初はボールが全然跳ねない、回転が思うようにかからないといったトップ選手たちからの厳しいフィードバックが山のように届いたそうです。その絶望的とも思える高い壁を執念と技術力で乗り越えたのが日卓の3スタープレミアム40プラスだね。レポートでも今や世界最高品質のボールとして全世界の選手に圧倒的に認識されていると記されているよ。日卓製品使用書には国内で唯一プラスチックボールの専用製造ラインを自社でゼロから設計構築したというメーカーとしての凄まじい誇りた責任感が記されているんだ。ナノメートル単位での精密な肉圧制御を行い、完璧な重心バランスを実現したんだよ。一方のバタフライボールエバリュエーションレポートでも、素材が違いがもたらす弾道やスピンの減衰率の変化が科学的に、そして非常に詳細に分析されていますね。今の主流は ABS 樹脂ですが、レポートの4ページ目によれば、製造方法にも有形目と無形目という2つの大きな流派があるのが面白いです。有継ぎ目は日タックやバタフライがガン7に、そして大切に守り続けている方式で2つの半球を精密に接着するんだ。この接着部分にわずかな芯のような合成が生まれることで、ラケットに当たった瞬間にカチッとしたしっかりとした手応えが手に伝わる。これが多くの日本のトッププレイヤーがこれじゃないとダメだというあの唯一無二の心地よい打球感、フィーリングの正体なんだね。逆に無継ぎ目はつなぎ目がない一体成形ですから、重心の偏りが理論上はゼロに近く、非常に素直で綺麗な放物線を描くと言われています。ただ、レポートによれば、球体全体の厚みをミクロンで均一に保つのが製造上非常に難しいという高度な技術的課題もまだ残っているそうです。ボールの素材が変わったことで、実は空気抵抗の影響も大きく変わったんだよ。この目に見えない空気の壁をいかに味方につけるか。メーカーはボール表面のミクロなざらつき、テクスチャーの深さまで1000分の1ミリ単位でコントロールしているんだ。日タックのボールは、あえて表面をわずかに粗くすることで空気の層をつかみ、回転の変化をよりダイレクトに表現できるように設計されているんだね。わずか40ミリ、重さ約 2.7 グラムの指先に乗る小さな球体に詰め込まれた日本の材料工学の維持と誇り。知れば知るほど一球一球のボールが愛おしくなってきますね。素材の選定から製造プロセス、品質管理に至るまで一切の妥協を許さない日本のエンジニアたちのこだわりがこの小さな球体に凝縮されているんです。次はその進化したボールを真っ向から受け止める卓球台の天板の内部に隠されたさらなる驚きのハイテク構造を解剖してみましょう。卓球台の天板ってパッと見は滑らかに塗装された一枚の板にしか見えませんけど、その断面図を知るともう普通の木の板とは呼べなくなりますよ。レポートの3ページ目に内部の多層構造についての詳しい表がありましたよね。まさにその通りだね。三栄技術解説資料をさらに深く読み解くと、取材に使われている高密度パーティクルボードの驚くべき秘密が見えてくる。これはただ木くずを固めただけじゃなくて、木材の繊維方向を意図的にバラバラにし、それを複雑に交差させて層を作る積層技術が使われているんだよ。その複雑な構造がなぜ必要かというと、日本の過酷な室内環境に耐えるためなんですよね。夏は熱帯のような湿気、冬はカラカラの乾燥。普通の木材ならすぐに反りが出てしまいますが、三栄の積層技術は木が動こうとする力を互いに打ち消し合わせることで、天板の平滑さを10年単位で守り続けているんです。レポートでもこの反りの抑制こそが台のどこで打っても同じバウンドを得るための絶対条件だと言及されています。バタフライスターライン使用書でも強調されているけれど、表面を覆うメラミン化粧板の役割も極めて重要だ。メラミンはダイヤモンドに次ぐレベルと言われるほど硬い樹脂で、ラケットの角を強くぶつけても傷がつかないし、何百万回とボールが叩きつけられても目に見えないへこみすら許さない強靭さを提供しているんだよ。
表面を滑らかにするための特殊なプライマー層や塗装の密着性を極限まで高める下地処理、さらには裏面のバックアップ層まで、まさに一台の卓球台は最新の建築材料工学が凝縮されたハイテクペネルなんですよね。レポートの表によれば、天板の縁を囲むスチールやアルミニウムのフレームも、実は天板全体の振動を抑え、合成を高めるための重要な音響設計パーツのような役割も果たしているそうです。そうだね。1ミリの10分の1、あるいはそれ以上の精度を追求する三栄や日卓の製造現場のレポートを読むと、日本の職人の勘とデータがこの完璧な平らな世界を支えているんだなと改めて実感するよ。三栄の製品に見られるような繊維一本一本の向きまで計算された緻密な構造。これが1ミリ単位のコントロールを競うトップアスリートの繊細な指先の感覚に応える世界で唯一の回答なんですね。この徹底した平滑性と合成への執着が現代卓球の超高速ラリーという信じられないような光景を可能にしているんだね。内部構造を知る前と後では、ボールが弾むコンコンという音の聞こえ方まで変わってきそうです。次は、そんな天板の顔ともいえる表面塗装の秘密、特にレジブルーの科学に深く切り込んでいきます。美咲さん、最近の国際大会や T リーグの中継を見ていて、深く、それでいて吸い込まれるような美しい青色の卓球台。あれを初めて見た時の衝撃覚えている？三栄が開発したレジブルーだね。もちろんです。フランス語で青の瞳という意味だなんてネーミングも素敵ですよね。でも、三栄レジブルー技術報告書をじっくり読み込むと、開発陣が追求したのは美しさだけじゃなかったことがわかります。あれは色彩新味白と高度な工学的な視認性評価の結果導き出された究極の機能美なんですよ。そうなんだよね。レポートによれば人間の目が時速100キロを優に超える白い球を追うとき、背景とのコントラストが強すぎても弱すぎても脳が情報を処理するスピードが落ちてしまう。レジブルーはボールの輪郭を最もくっきりと際立たせ、かつ選手の目が長時間プレーしても疲れにくい特定の波長だけを反射するように計算し尽くされているんだ。青はグリーンの補色に近い性質を持っていて、白いボールの回転、つまりロゴマークがどっちに回っているかまでを選手が直感的に察知できるように助けているんです。レポートには、色彩心理学と工学的評価の融合というスポーツ用品とは思えないようなアカデミックな言葉が出てきますね。まさに勝負の明暗を分ける勝利のための色だね。そしてこの数年で特に注目されているのが、三栄のカタログにあるパワフルネオコーティングという技術だよ。銀イオンを塗装に練り込んだ抗菌抗ウイルス加工のことですね。卓球は天板に手をついてレシーブしたり、汗が飛び散ったりと実はかなり接触が多いスポーツです。学校や公共施設など不特定多数の人が使う場所では、この衛生機能が今や不可欠な条件になっていますよね。三栄技術資料の実験データによれば、このコーティングは単に菌を殺すだけでなく、長期間の激しい摩擦を受けてもその効果が減衰しないという驚異的な耐久性を持っている。卓球台が単なる遊びの道具から社会全体の安心や健康を守る公共的なプロダクトへと進化した証拠だね。視認性を極限まで高めてプレーの質を異次元に引き上げ、さらにコーティングで目に見えない安心も提供する。日本の塗装技術はもはや卓球という枠を超えて他のスポーツ施設にも応用できるレベルに達している気がします。デザインと機能がこれほど高い次元で融合しているのは世界を見渡しても日本メーカーの独誕生かもしれないね。さあ、次はこの計算された塗装の上に先ほど話した精密なボールが叩きつけられた瞬間、ミクロの世界で何が起きているのか、物理学の視点から紐解いてみよう。さあ、ここからは少し頭のモードを切り替えて物理学の迷宮に足を踏み入れましょう。レポートの7ページ目、PMC に掲載された異なる素材の卓球ボールの硬度と弾性に関する最新研究という非常にアカデミックな内容をベースに解説していきます。ついに来たね。卓球を物理で語る時間だ。ここで最も重要なキーワードは、美咲さんも知っている通り、反発係数 E と同摩擦係数 μ という2つの物理定数だね。ボールが天板に激突した瞬間、その運動エネルギーは完全に保存されるわけじゃなく、一部が熱や天板の微細な振動、そして心地よい打球音として散逸していくんだ。三栄や日卓といった国内メーカーは、このエネルギーの散逸をナノ秒単位でコントロールしようとしているんですよね。三栄技術資料による衝突シミュレーションによれば、日卓製の極めて硬質な ABS ボールを三栄の天板に当てた際、天板がボールのエネルギーを無駄に吸収せず、鋭い初速を維持したまま弾き返すことが数値的に証明されています。
これこそが日本の卓球が世界一速くて正確だと言われる物理学的な根拠なんです。でもただ跳ねればいいってもんじゃないのが卓球の難しいところなんだ。3A の天板塗装にはレポートでも分析されている通り、ボールをわずかに掴むような独特の動摩擦係数が設定されている。これが生命線で、摩擦が低すぎると強烈な下回転をかけたカットボールが台の上で滑ってしまい、選手の感覚が狂う。逆に摩擦が高すぎるとボールが失速してチャンスボールになってしまうんだね。その滑りすぎず止まりすぎないという絶妙な摩擦を実現するために、塗装の粒子一つ一つの形状や密度まで調整されているというから、もう執念としか言いようがありません。まさに熟練職人の勘を最新の物理学でデータ化した結果なんですね。レポートの結論部でも触れられているけれど、この反発と摩擦の完璧な黄金比こそが、世界中のトップランカーたちが口を揃えて称賛する最高の打球感、いわゆるフィーリングの正体なんだ。メーカーは単に跳ねる台を作っているんじゃない。選手の脳内にあるイメージを完璧に物理現象として現実化するための変換装置を作っているんだね。科学的なエビデンスと選手の極限の感性がたった1000分の数秒という衝突時間の中で融合する。その物語を知るだけで卓球の見方が180度変わりますね。この衝突の物理を理解することで、なぜ特定のメーカーの組み合わせが愛されるのかが理論的に裏付けられるんだ。次はこの相性が実際のプレー現場で具体的にどんな技術的な差を生むのか、線下で別にシミュレーションしていこう。ここまで機材の物理特性をディープに語ってきたけれど、ここからはそれが実際の試合やプレーにどう直結するのかを話そう。美咲さん、レポートでは線形別の相性についてどんな具体的なデータが挙げられているかな？はい。例えば、沢級メディアのファクティブ徹底レビューなどの専門的な実打分析によれば、高い動摩擦係数を安定して維持する 3A の台と、芯の強さが際立つ日卓製ボールの組み合わせは、体重技術、特にストップレシーブをネット材にピタッと止める緻密なプレーを極限まで容易にすると分析されています。相手が手を出せないほど短く鋭く止まるレシーブだね。一方で、卓通プレスの実打評価レポートを読むと、バタフライの S40 プラスのような空気抵抗を計算して弧線を描きやすく設計されたボールの特性についても興味深い記述があります。そうなんです。高い弧線を描く特性を持つボールは、台から少し離れた中陣、後陣での激しい引き合いにおいて、ネットミスを劇的に減らし、ダイナミックなラリーを長く持続させるのに適しているそうです。これをバタフライのスターラインのように均一で安定した反発を持つ台と組み合わせることで、観客を魅了するような派手でアクロバティックなラリーが生まれやすくなるんですね。まさにスポーツエンターテインメントとしての卓球を機材が支えているわけだね。そしてどんなに素晴らしい機材を揃えても絶対に忘れてはいけないのが日々のメンテナンスだ。3A のカタログやレポートの注意書きには清掃の重要性がまるで狂犬のように熱心に記されているよ。ボールが台に当たるたびに削れ落ちる目に見えないプラスチックの微粉末や選手の汗、皮脂、これらが天板にわずかでも蓄積すると、その部分だけ動摩擦係数 μ が激変して、いわゆる滑りやイレギュラーバウンドを引き起こすんです。プロの試合会場で審判やスタッフが頻繁に天板を拭いているのは、この物理定数を一定に保つための戦いなんですね。ボールについても同様だ。レポートにある専門家のアドバイスによれば、表面の凹凸が摩耗してツルツルとしたシャイニーに光沢状態になったボールは、ラバーとの摩擦が激減して本来の回転がかからなくなる。そうなったら即交換。これがトップレベルの常識なんだ。用具の愛し、その物理的なポテンシャルを常に 100% に保つ。その管理能力自体が卓球というスポーツにおける一つの重要な技術であり、勝利をつかむための必須条件なんですね。その通り、機材を知り、機材を守る。その誠実さが最後の1点を引き寄せるんだ。さあ、いよいよ最後のまとめだね。これからの卓球界、そして日本のメーカーが目指す未知なるフロンティアについて展望していこう。さあ、全9パートにわたる解説もいよいよクライマックスです。これからの卓球業界はどこへ向かっていくのでしょうか。テーブルテニスエキュープメントマーケットレポート2026や最新の市場予測が描き出す未来予想図は、私たちの想像をはるかに超えたワクワクするものですよ。最大のキーワードは避けては通れない持続可能性、サステナビリティだね。ソステンプラス技術レポートによれば、2026年以降、リサイクル ABS 樹脂、いわゆる PCR-ABS を使用した環境負荷を極限まで抑えたボールの普及が国際大会を起点に一気に加速すると予測されているんだ。
三栄やバタフライ、日卓といった日本のトップメーカーもすでにこの動きを先取りしていますよね。天板の基材に再生木材を 100% 活用したり、製造プロセスで排出される溶剤をゼロに近づける低溶剤塗装への切り替えを加速させています。SDGs への対応が今やメーカーとしての生存戦略であり、最大のブランド価値になっていくんでしょうね。そしてもう一つの巨大な波が DX スポーツのデジタル化。スマートスポーツ技術トレンドレポートによれば、天板の内部に極薄の高感度圧力センサーとハイスピードカメラを内蔵し、打球の着地点、速度、回転数、さらには球の重さまでをミリ秒単位で解析可視化するデータ収集プラットフォームとしての卓球台が、すでにプロのトレーニング現場に導入され始めているんだよ。自分の打球が AI によって瞬時にスコアリングされて、コーチのタブレットにデータとして飛んでいく。そんな漫画のような未来がもう目の前まで来ているんですね。プロジェクションマッピングで狙うべきコースを天板そのものに映し出し、ゲーム感覚で上達できるシステムも初心者や子どもたちの教育を劇的に変えると言われています。単なる板と球のスポーツが最先端のデータサイエンスと融合して、新しい次元のエンターテインメントへと昇華していく。でも美咲さん、どんなにデジタル化が進んでも、その根底にあるのは、今日私たちが語り合ってきたような日本のメーカーが長年積み上げてきた匠の技と、品質に対するどこまでも誠実な魂なんだよね。本当にその通りですね。技術がどれほど進化しても、プレイヤーが求める心地よい打球感や信頼できる弾みを作るのは、やはり人の手と熱い情熱なんです。今回のレポートを読み解いて、日本の卓球メーカーの凄さを心から誇らしく実感しました。卓球というこの素晴らしいスポーツが、これからも日本メーカーの技術とともに進化し続け、世界中の人々を驚かせ熱狂させていく。その未来が本当に楽しみだね。はい。科学と情熱が作り出す卓球の新しいステージに、これからもずっと注目していきたいです。ケンジさん、今日は長時間にわたる深い解説、本当にありがとうございました。